はい、皆さんこんにちは。いや、今日もね、対談のお時間です。今日のゲストは、東大名誉教授、矢作直樹さんです。よろしくお願いします。矢作と申します。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。こちらこそ。同じ直樹という名前で。本当ですね。これもご縁ですね。そうですよね。漢字までも同じなんですけど、まあ、矢作さんのことをね、知らない方のために、矢作さんは35年間。そうですね。今から7年ほど前まで、35年ほどちょっとその医療業界におりました。東大のそうですね。医学部。2001年から東大の救急部集中治療部の責任者兼救急医学の方の責任者をしていました。すごいですよね。ただやっぱ矢作さんといえば話題になったのが冷静って言いますか、魂とか、ね、お医者さんが普段そういったお話をするのが、まあ、多分世間的には意外だったというか、まああの頃はね。そうですよね。なのでまあ今から10年前ぐらいですかね。正確に言うと本が出たのが2011年ですね。そうですよね。こちらの人は死なないっていうものが話題になって、東大名誉教授のお医者さんが魂とか言っちゃっていいのかみたいな流れだったと思うんですよね。そうですね。まあ本来日本人ってそういうことが生活の中にあったのに、戦争で負けて戦後非常に不自然な状態に置かれて、それがまあ今に至ってるので、むしろまあ当たり前を取り戻したいっていう気持ちが強かったですね。やっぱ魂みたいなものは矢作さん的にははっきりとある。そうですね。分かりやすい例で言うと、お一人お一人の顔っていうか姿を見ると、そこにこう重なって見えるっていう感じ。見えるんですか？見えるっていうと霊視と誤解されるといけないので、自分自身に見えてる絵でまあそれを表現したりもするんですけど、一人一人の五感六感って違うので、それがこうユニバーサルなもんだというふうなつもりでは表現してないんですね。それはもともと生まれた時いつかから変わったっていうようなことはないとは思うんですけども、じゃあお医者さんやってる時もそれはですね、意識をするとそれをこうマスクすることもできるんですよね。だからいつもっていうわけではないんですが、っていうのはそのサービス業というか医療をやってた時はそういうものを求められないので、意識をすることをしないようにしてた。ある意味意識したら僕のもそういってなんか重なって見えたり、その人の魂がどんなようなエネルギーの質かっていうような言い方に言い換えても、すごくきめ細やかであるとか荒いとかって、そんなような表現を言い換えて、ちょっと柔らかったりわかるんですか？感じてると言っといた方が穏やかかとは思う。やっぱ矢作さん的には人の魂はまあ不滅っていうか、死んでも人はやっぱ、そこもですね、その自分の感じ方としてどういうふうに見えてるかっていうと、いわゆるそのよく生と死っていう言い方をするんですけど、そうではなくてですね、誕生、生、死、そしてまた別の世界に誕生って、そういうような感じ。まあ三次元の今のこの世界を通ってるだけみたいな。そうですね。まあもちろんとっても意義深いとは思うんですけど、人はそうやってなんか魂レベルではいろんなところ循環してるんですよ。そういった意味では僕たちはゴールみたいなのがあるんですか？この自分の分かる範囲で言うとないですね。ないんですね、やっぱ。自分みたいなもんがね、伸ばせる意識っていうのは限られてるので、それを超えたはるか高い次元であればまた違うのかもしれないんですけれど、もっとより高い次元っていうのを意識することはできても、そこに意識を合わせられない。ブロックがかかってるのか、やっぱり波でもあり粒子でもある、電磁場の変化なので、極端にその性質が違いすぎれば干渉さえもしないです。ラジオの周波数が合わないような感じで、矢作さんもヒーリングじゃないですけど、水の味を変えたりとか。水はねちょっと分かりづらいんで、そういうアトラクションするときはお酒の飲める人だったら赤ワインでやってます。赤ワインはすごく分かりやすいんで。そういったハンドパーティーのなんて言えばいいんですか？自分で出してるもんじゃなくて、あることを思った瞬間にエネルギーが自分の中を通して瞬時に流れるので、こういうものを変えるって言ったときは一瞬です。もしご希望とあれば何でもいいですけど、お茶でもいいですけど。後でいいですか？なんかちょっと本を読ませてもらって、シルバーコード。シルバーコードっていうのは万葉集にも出てるくらいで、玉脳っていうんですよ。古来日本では魂が人間だとすると、肉体は脳みそ付き乗り物みたいなもんなので、乗るときによっこらしょって電源コードを入れないと動かないんですよ。で逆に死ぬ時っていうのはそれを外していくわけです。だから脳死の時はまたそれがつながってるんですね、実を言うと。そのお迎え現象っていうのもね、ちょっと話題になったと思うんですけど、お迎え現象っていうのを知らない方のためにあれですよね。そうですね。亡くなる直前に。そうですね。それはねいろんなパターンがあって、人によっては1週間も前に見
ちゃう場合もある。1週間、僕直前だと思ってた。直前だけじゃなくてですね、魂から肉体がこう広がっちゃうと、当然高いにも伸びることがあるでしょ。そうすると、その時の経験が当然その明晰夢みたいなんですけど、リアルに自分にこう、エネルギーとして同調するせいか、そこからですね、意識が変わっちゃうんですよ。はい。で、要は一言で言うと、あっちの方が大概の人にとっていいので、死が怖くなくなるっていう実利があるんですけど。ちょっと安心するっていうか、はい。だって先に見ちゃうわけですからね。ちょうどほら、試験問題で先にピッて答え見て、やったってすごいっすよね。生きながらして、そのちょっと世界を見えちゃう。じゃあちょっとそういった話から流れ的に、どうしてもやっぱ僕たち日本人からしたら、やっぱ戦後負けて、なんか認識的には今僕たち、この日本っていう国は、アメリカとどういった、やっぱ服従しなきゃいけない関係性なんですかね。そうですね。戦争で負けたことがこれほどその大きな影響を及ぼすっていう意味においては、同じ負けたドイツなんかとは比較にならないですね。それで言いますと、敗戦国で原爆も落とされてるのにもかかわらず、やっぱみんなの疑問が、なぜ天皇が許されたのっていうか。そこはね、我々が国民が勘違いしていけないのは、天皇っていうのは言ってみたら近代っていうか明治維新以降は元首という形になってたわけですけど、もともとの天皇っていうのはちょっとあり方が違ってですね、時代によって随分その捉えられ方違ってるけど、本質はですね、あくまでも民の要っていうか、民と同じ水平なんですよ。偉いとか上とかっていうことではないんですね。民あっての天皇、天皇あっての民なんです。ちょっと体で例えると、それを脳みそと想像してもいいし、心臓と想像してもいいですけど、それが一番偉いわけじゃないじゃないですか。一部っていうか、そうですよ。寄り添って共に生きてるみたいな。そうそう。いわゆるそれが組織ですから、そういう意味ではですね、民が望んじゃったわけでしょ。あれって昭和天皇で言えば昭和3年に天皇としてなされ始めてからずーっと守備一貫して軍部には大陸には手を出すなってことを言ってらっしゃったじゃないですか。それはもうたくさんの記述ありますけど、にもかかわらず軍部、国民、メディアみんなで悪乗りしたじゃないですか。やっぱり天皇としてはですね、ご自身がどうなるということよりもやっぱり民を救いたいという気持ちが強かったわけですね。それは感じますよね。自分で一人は止められなかったわけ当然です。そりゃそうですよ。だって大御宝たちがみんなこぞってやりたいって言ったわけで、でそれに対して責任は当然感じてらしたから戦後もいろんなことをなされたわけですけど、その中で戦争っていうものってはそういうもんなんだっていうことを分かってほしいっていう気持ちも終わりだったと思うんですよ。いやそうなるとどうなんですかね。日本の関係的には立ち位置的な世界的に曖昧なんですかね。今僕たちの位置は割とでももうはっきりしてるんですか。そのアメリカとの関係とか。やっぱり日本人がちゃんとしない限りはこのままでしょう。もうそこはもうはっきりと彼らのやりたいようにやらされてるだけで。育児なしだっていうのは彼らから見たらやっぱどうしようもないやつなんですよね。そしたら俺たちがちゃんとしないといけないんだって本気で思う人だっているわけですよ。いやそれはある意味正義的な意味でも振りかざしてやるかもしれないですし、余計なお世話ですけどね。本当は何がでも理想の形なんですか。そこやると毎回考えるんですけど、もし自分の見えてるものが実現するのであればですけれども、我々ってもともとその縄文時代までは日本全国に岩倉ってあるでしょ。大きな岩をどうやってこんなところに積み上げたのかな、何のためか、ああいうことができる人たちだったわけです。どうやってじゃあその能力を取り戻せるかっていうと、実は言うことは簡単なんです。要はね、彼らの感覚で中今って言って、今に意識を合わせることが本当に潜在意識のまでできたらば、さっき言ったその物の味変えるとかそんなレベルじゃなくて非物質化することができるんですよ。縄文人ですか。はい、縄文人でいいと思います。どのあたりまでの日本人が今から言うと正確に言うと3000年ほど前までですね。弥生入りかける前ぐらいの。はい、そうです。ちょうど今から3000年ぐらい前に、縄文人たちが彼らがそのいつもこう指導を受けてた者たちと話をして、今のままだとある意味でのその進歩っていうのは平たく言うとその今の状況を変えようとして大陸から人々を、この場合の大陸っていうのは全世界っていう意味なんですけど、から人々が入ってくるようにして、それで根結をして、それによって新たな進化の段階に入る。なるほどね。進化っていうのは別に直線的にこう上がるわけじゃなくてスパイラルなので、一旦は見かけ上冷静としては落ちちゃうんですけれども、要はだから力こそ正義の大陸の人たちを受け入れることによって自分たちのそういう能力は一旦はかなり落ちてしまうけども、強靭な肉体とか、それからそうやって世界との混交によってまたいろいろな変わる部分も受け入れて、そうやってですね、大陸から約700年ぐらいいろんな人が入ってきて、今から見て2300年ぐらい前でしょうかね。大体その一段落したんですけど、
その後は結局世界っていうのは力は正義。そうですよね。はい、の中で、ただし彼らが鋭かったのは、その段階でこのままでは人類っていうのは必ずまた不調和を起こすっていうのは分かってたんで、その一部の人たちが、本来縄文人たちが持ってた素晴らしいこの中居力をね、やがて世界に広める時が必ず来るっていうことを読んでたので、天皇という仕組みができたんです。それは、だから天皇っていうのは特殊な個体にですね、神々の能力というか意識を投影させて生まれたものです。はあ、ある意味そうやって長い間続くこれを残していったと。そうです。すごいですね。はい、日本人って何なんですかね。当時のあれ言っちゃえば縄文とか、まあよく聖書で出てくる大洪水とかがあったじゃないですか。1万5000年前ぐらいの、はい、ある意味当時を生きてた僕たちの元となったような人、はい、まあなんて呼んでいいのか分かんないですけど、ご先祖様でいたもんですけど、ご先祖様がいたってわけですよね。じゃないと今だっていないじゃないですか。そうですよね。たった一人かけてもいないわけじゃないですか。それはもうダーウィンの進化論的に言うあれでは全く違いますよね。ダーウィンの進化論はアルフレッド・ウォーリスっていう人がですね、進化論を考えたんですけど、進化論を世に発表する前にウォーリス自身に霊力が降りちゃって、それが間違いだってインスピレーションで分かっちゃったんですね。降りてきたんですか。はい。お蔵入りしてたのをダーウィンが聞きつけて、それで出しちゃったの。はい。だからもちろん正しくはないです。絶対正しくはないですよね。もちろん。猿から突然変異して僕たちなんて言ってますけど、そういったものって使えることないんですかね、こういった学説とか。ただね、本当の起源を知る必要はなくって、私たちであれば2万年前からの今の歴史だけを見ればいいと思うんですね。ただそうは言いながらもですね、沖縄の一番西の与那国島にはですね、南側に海底遺跡が出てるんですけど、あれは縄文人たちが当時まだあそこでくっついてたレムリア人たちに協力を得て作ったものですから、やっぱレムリア大陸というか文明、これはどんどん見つかっていくと思います。アトランティスはどうですか。存在してたのは確かに、はい、もちろんヨーロッパの方々みたいな、よく言われるの、なのでそこまで掘らなくても必要な時に必要なものが見つかって、そうだったのかって気づく時が来ると思います。残念ながらその与那国の海底遺跡に至っては見つけた方が8年もかけて調べて、それで世に出して、それで琉球大の先生に見てもらったりもしてたんですけど、未だに沖縄県はあれは人工的なものじゃないって言い張ってるんですよね。はい。だからそのくらいの意識レベルの時にあんまり議論してもしょうがない。こういったものを出してもしょうがない。もうなんか例えばじゃあ UFO がいたとしても、いやいないよ、あれはいるよみたいな。そうですね。別にそんな重要ではないと。ただ今言葉が出たので、宇宙船について言うと、これは当然2020年にね、国防総省がホームページで過去に起こった事象をずらずらと出してますけども、 NASA 自身が地球外生命体との交信のために作られた組織ですからね。NASA 自体が。そうです。いつ1960ですか。いわゆるその第二次大戦前後と思っていただいてるんですけど、あの頃って実を言うと当時のロシアですね、ソ連になってから当時のレニングラード、今はセントペテルスブルグって言ってましたけど、そこに宇宙船研究所を作ってるんですね。はい。でそれで地球外生命体とかなりいろいろやり取りをしてさまざまな科学技術なんかを得てるんですけど、それはですね、もちろん超能力の開発なんかもやってましたけど、やってましたよね、それ。あれはですね、ロシアになってからその大統領の申し送り事項の中にも一つにちゃんとあるんですよ。宇宙船との接触のこういう件がどうなったこうなったっていうのが、あるんです。それをね、うっかりメドベージェフが大統領の時ゲロっちゃったんですね。ちょっとですね。プーチンが前後で大統領になってて、一期だけメドベージェフがやってるし、あの時に一時はね、インターネットで見ることできたんですけど、言っちゃってますね。ある意味じゃあアメリカも当時だからアメリカ、ソ連と競争した時当然、あの時おそらく、だからロズウェル事件みたいなのがあるわけですよね。よく言うのが、アイゼンハワー大統領が宇宙生命体と密会じゃないけどそういった技術の、それはね、大統領ぐらいだと人にもよるでしょうけど、その上はだってそうやって知識得てるわけですから。ちょっと待って、そうなんですか。ある意味軍がもう例えばじゃあ10年20年早いって言うじゃないですか、技術レベルで言うと、例えばね、冷蔵庫とか掃除機とかも、あれはもともと地雷探知機だったとか、ようやっと何十年経って僕たちの家電製品になるとか言うじゃないですか。そういった技術を得ているからこそ僕たちより優位に。一つの例として言うとオスプレイの仕組み、あれはですね、人間の能力ではないんです。オスプレイ、あれ実はそんな力学的に考えると結構大変なことなんですよ。そうなんですね。あれ思いつかないと、あの時代
代に。インスピレーションという形で理解していただければいいと思うんですけど、言ってみたら本来のそのインスピレーションの元は誰っていう話になるんですけど、そういったものを受け取れる人たちが形にしていって、そういうことです。でそれをみんな真似して、なんかよくそれこそね、漫画家さんとか映画監督さんとか、彼らはね結構そういう人多いですよ。やっぱいろんなパターンあるんですけど、私の知ってるある女性の漫画家さんは自動書記で書いてました。自動書記、今のこの時代でも自動書記でいくらでもそういう人はいますから。だからやっぱりある程度素養がないと、例えば私みたいなもんにね、その難しい数学の式が降りてきたって書き留められないですからね。そもそもそうかある意味そこのロジックとか知ってないと。だから土台があるところに初めてそういう典型が降りるわけですね。でもある意味八木さんも降りてきてる。いやでも私はごく限られたもんですけど、科学者とか芸術家なんかとか世界をね本当の意味で変えたような人たちというのは大なり小なりそういうのが多いですね。多いんだね。さっきちょっと僕たちがこの対談を始める前に、あっちで打ち合わせしてる時に話聞いて、ちょっとその話聞きたいと思っちゃったんですけど、天皇の持ってるお力がすごい。そうですね。ものを操るじゃないけど、僕たちの言葉で言う超常現象的な。そうですね。ただですね、それもですね、天皇令っていう言葉を使ってますが、その天皇令を引き継ぐやっぱそういう神事があるんですね。なのでやっぱりその天皇と皇太子はだいぶそういう意味では違って、天皇になるっていうことで力でいいと思うんですけど、力を得られるわけですね。そういった儀式じゃないけどそういったものが、そうですね。昔はですね、昔っていうか本当の意味での昔、つまり最初の頃の天皇たち、これは多分言わない方がいいのかな。カットします。第10代の崇神天皇までは実はそういう能力ってもともと持ってたんですよ。神武天皇から。要は彼らの言葉で半神半人って言ってたんですけれども、でもそこからなくなってっていうか、それはね人類の進歩のためなんですよ。そうか先ほど言ったような。だんだんその神頼み的な力ではなく、自分たちで進歩しなさいっていう意味で、だからもともとはその神事ってなかったんだけど途中からできたわけです。途中からできたんだ。だって神事って必要ないじゃないですか。だっていつも本来別にね、それを備えて持ってたらすごいね。だって知らない人はみんな普通に見てたらだって普通には出ませんからね。出ませんよね。普通になんか一国の象徴としているのかなってみんな漠然と。なんかちょっとあまりこういった話しないかもしれないですけど、今ってやっぱ科学技術で AI とかがすごいじゃないですか。目まぐるしく変化をしてきてるじゃないですか。矢作さん的にはそういった技術ともう僕たちの冷静的な部分ってうまく共存していけるのか。そうですね。できるかと言われればできる可能性もあるし、できない可能性もあるけれども、できなかった可能性の一つが、言ってみたらレムリアが沈んだ理由でも。そこがちょっと科学技術とかでアトランティスもそうですね。破滅して、でも支配的なのじゃなくて、うまくそれを僕たちの拡張じゃないけど。そうですね。だからやっぱり AI ってあくまでも人間が作ってるものなので、スタンリー・キューブリックの2001年宇宙の旅の春みたいなことにならないように、人間がちゃんとしないといけないので、ただね、やっぱり科学の持つ諸刃の刃の性質なんだけど、例えばですよ、戦前そのエンリコ・フェルミがね、核分裂実験に成功した時に、私がその小学校の時はまだテレビが普及してなかったので、学校でそういう映画ニュースっていうのを見させられたんですよ。あったんですね。でそこでね、エンリコ・フェルミが核分裂に成功した時の実際の動画がね映ったんですよ。その時に子供心に思ったのはね、この人は純粋な気持ちで頑張ったんだろうけど、これが結局悪用されて原爆を作っちゃったわけじゃないですか。子供ながら思ったんですか。すごいですね。だからそれがね、AI も同じことになるリスクは当然あるわけですよ。高いですよね。だからさっき言った医療に限らずサービス業もそうですけど、結局ある要件を外すと進歩が進歩でなくなっちゃう。なくなっちゃうんだ。さっきも名前出たテスラみたいな、すごい発明してたけどそれを生かさなかった人たちもいたり。そうですね。まさに JP モルガンとかが、エジソンなんかが、原爆もそうですよね。爆弾として使うのか。だってマンハッタン計画に関わったアインシュタイン自身が後で後悔して後悔してるのと一緒で、AI がだからそこでとんでもない兵器になってしまう可能性もあるってことですね。そうですね。例えば天皇に話に戻すとね、日本では陸軍と海軍が別々に原爆開発しましたけども、戦中にですね、陸軍の参謀総長が天皇に原爆ができましたっていう話をした時、昭和天皇が言われたのはね、やめなさいと。我が国が原爆を最初に落とした国になるという悪の総計になってはいけないと。要は最初に落とそうとしたのはハワイなんですけど、ハワイにはね、我が同胞もいるし、もっと言えばそれが元でね、人類が傷つくことを私は同意できないってはっきりおっしゃってますからね。だからそこには深い意味があって、やっぱり人類ってもの
を見てるわけですよ。とか我が国ではなくて。そう、最近僕もいろんな結構すごい方とお会いして、彼らの目線っていうのがこうじゃなくて地球全体で見てるんですよね。なんかこれを守ってるっていうか、全体として見てるから僕たちちょっと視点が違うっていうか。そうですね。視点が違えば動機が変わっちゃうんでね。変わってきますもんね。それで一個めっちゃダークな話していいですか？僕から来週俺偉そうなこと言えないんですけど、それこそ 3.11 の東日本大震災あったじゃないですか。ある種あれを事前に教えてもらってた人たちが結構いるっていう話。そうでしょうね。やっぱそうなんですか。あんまりこれ多分カットするんですけど、カットわかんないんですけど、だからそれをね、やっぱり我々って結局、振れ幅はそんなに大きくないんですよ。無限にあるその瞬間瞬間を選んでいってるので、私たち自身がある意味本当の意味で中居魔力っていうか、自分を生きることができたらばすごいエネルギーになるので、それが起きなくすること変えられることもできますね。瞬間瞬間って言ったのは、その1秒1秒違い現実をある種飛んでるってことですよね。で、さっきみたいなちょっと恐怖で蔓延するような社会だったら、みんなをそれを恐れて具現化させちゃう。変えられるってことですよね。だから。そうですね。だからこそその我々の意識の進化の意味があるわけですからね。そうですよね。ある意味そこを気づくことで、一人一人の意識が今現実作ってるんだよっていうのを気づかせることによって、矢作さんにとってその平和な世の中っていうのはおそらくみんながその本来持ってる中居に目覚めた時だと思いますね。各々が自立して、なんかやっぱ結構みんなモチベが上がるような元気づけられるような話が好きで、なんか最後僕割とそういったことで締めたりするんですけど、平たく言えば目の前にあることを楽しんでみようと思って生きたらどうでしょうかっていう感じでしょうね。もう難しく考えず、でその楽しく思えるコツはやっぱり感謝だと思うんですね。で感謝って何ですかって言われた時、例えば朝起きた時、あなたは息できたでしょって、息できたし起き上がれたしご飯食べられたし、だから今ここにいるんでしょっていうようなことを考えると、本当のこと言うと朝起きれない人もいっぱいいるわけですよ。あの世に行っちゃうっていう。次の日急にね。だからそういう意味ではそういう厳しい状況を思い浮かべれば今ってね、ありがたいです、ね。ありがたい状態だよね。僕たまに自分で感謝の儀っていうのをやってて、そうですか。最近あった感謝できることを口に出して言うんですよ。なるほど、いいですね。なんか、似たようなことだなと思ってて、やっぱそうですよね。日々のことにしていけば、もしかして今の自分って幸せなのかもしれないけど。あくまでも視点って相対的ですからね。そうですよね。別にその視点さえ変えれば人生の歩み方も変わってくるし。今例えばその騒動が起こるっていうことは不安、恐れ、怒りを蔓延させることになると思うんですけども、そこの元になってるのはやっぱり自分自身の力を知らないってことありますね。例えば今回の新型コロナ騒動で言えばね、ウイルスっていうのは基本的には厳しく反応が出ちゃう人を除けば基本的には自力で治るものなので、薬とかなんとかっていうその他に頼らないっていうのがすごく本当は重要。つまり他力本願になりすぎないようにってことですね。面白いのが35年間東大名誉教授の矢作さんが他に頼らないって言ってもなんかすごい説得力があるっていうかめちゃくちゃありますよね。そう言っていただけるとね、35年費やした会もあろうとだってそうじゃないですか。多分みんな頼ってくる方が今までたくさんいる中、みんな一人一人の力もあるんだよっていうの教えもあるわけじゃないですか。そうですね。悪い意味で言ってるわけじゃないですけど、僕割と幼少期からほぼ薬とか飲まないで。素晴らしいですね。親の教えじゃないんですけど、大抵は自分の自力で治る。そうです。なので大人になってからそれこそ日本に来て、みんながちょっと頭痛いからってすぐ頭痛薬飲んだりして、なんでみんなこんなすぐ飲むんだろうって思っちゃって。ちょっと戦前では考えられないですよね。いや、そうだったんですか。戦前の日本はおそらく。っていうのはその親の世代がちょっと戦前大正生まれなので、そうするとね、やっぱり基本は医療に頼らないんですよね。だから両親とも亡くなるまで医療には頼ってないんですよ。それで言ってみたらコロッと死んじゃったわけですけどでも先ほど言ったようにその西洋医学はいい面ももちろんもちろん西洋医療の当事者の思いもあるだけではなく、やっぱりそのサービスの受け手である国民のね意識っていうのも培ってきた部分ってありますよね。だから国民がもし他力本願せずに、例えば食事をちゃんと見直しましょうとか言って今より圧倒的に病気が少なくなっちゃったら、今の医療のあり方も変わったでしょう。間違いなく。面白いっていうか、なんかすごい答え合わせができたような、矢作さんのいいとこって政治経済、その冷静的なものから科学技術、結構全部平等に見てますよね。中立的になんか言い方悪くなっちゃうあれですけど、いろんな方がいてやっぱ偏っちゃったり、こればっかりとかこればっかりとかですね。それも多分自分の役目だからだと思うんですね。ちょっと
今日は濃いお話を聞かせていただきました。いや、本当ありがとうございます。いや、こちらこそどうもありがとうございます。今後ともありましたら、本当よろしくお願いします。いや、こちらこそ。いや、今日はスペシャルゲスト、矢作直樹さんでした。いや、本当ありがとうございました。こんな感じで、終わりたいと思いますけど、いや、皆さん今日はありがとうございました。